皆さんこんにちは。今回も音の違いについて繰り返しいただくご意見ご質問にお答えします。どうぞ最後までご覧になってください。ヘッドホンケーブルをバランスに変えると音が変わるのは事実です。変えたら音の分離が全然違いましたというご報告です。これはチャンネルセパレーションが良くなって音の分離が良くなるというプロセスになるようですが、人間の耳はチャンネルセパレーションの変化に鈍感です。以前のブラインドテストではチャンネルセパレーションが20デシベルまで落ちてもはっきりした変化を確認できませんでした。実際のチャンネルセパレーションを測ってみましょう。セパレーションが悪そうなケーブルを使います。途中から信号を取り出せるようにします。さてどうでしょう。こちらは自分のチャンネルに信号を出した場合です。反対のチャンネルだけ信号が出るように切り替えます。信号が漏れてますね。このケーブルのチャンネルセパレーションは31デシベルくらいです。これは十分な性能です。バランスケーブルを使ってさらに良くしても人間の耳には分かりません。つまりバランスケーブルで音の分離が違って聞こえるのは錯覚です。それと文章の表現に問題があります。この話は次のように書かないといけません。個人的な事実は個人的な表現にするべきです。バランスケーブルで音の分離が良くなるという話は一見正しそうですから、似たようなレビューがたくさんあると多くの人が真に受けて間違った定説ができてしまいます。録音のいいソースでないと音の違いはわからないんですよというご意見です。録音のいいソースというのは具体的にどんなソースのことを言うのでしょう。録音の良し悪しに関係するスペックは非常にたくさんあります。これらがいくら良くても P という制限波にはかないません。このチャンネルではいつも P という制限波で測った測定結果をご覧いただいてから耳で原音と比較します。測定データでは違うのに耳では全く同じ音に聞こえます。これはソースの録音が悪いからとかYouTube だからではなくて、音楽ソースを使って耳で調べるというテストの感度がとても低いからです。音楽ソースを使って耳で比べる方法には限界があります。この方法は周波数特性と歪みに大きな変化がないと知覚できません。音の違いを調べる方法は P という制限波を使って測るやり方が最も正確で高感度です。耳は計測器より圧倒的に上です。例えばチェロの滑らかな音、弦を弾くざらつき、ステレオのフォーカス、解像度、音のキレなどの微妙な違いが計測できますかというご質問です。音の滑らかさ、ざらつき、解像度、キレといったものは人間の脳の解釈です。それも人によってバラバラです。こういうものは計測の対象外です。計測の対象はこのような解釈の元になっている物理特性です。つまり周波数特性や歪みです。例えば周波数特性の広域が少し変わると弦を弾くざらつきが変わって聞こえることがあります。指向性が変わるとステレオのフォーカスが変わって聞こえることがあります。つまりざらつき、透明感、解像度、ステレオのフォーカスといったものは周波数特性や指向性の人の解釈です。解釈は人によってバラバラです。ざらつきは変わらないという人もいれば、透明感や解像度の違いとして聞き取る人もいるでしょう。人間の耳はとてもいい加減です。
高級ブランドの商品が素晴らしい音に聞こえます。音の違いは周波数特性と歪みの違いです。これらの物理特性と人間の解釈の関連付けができれば、データを見ただけで自分がどんな音に聞こえるのか判断できるようになります。見た目やブランドに騙されることもなくなるでしょう。アンプの電源ケーブルを変えると確かに音が変わります。周波数特性と歪みは 1W の話で、音量の急変に追従できなければ変わりますよというご意見です。例えばこのアンプの場合は 1W と定格が重なっていて、過聴域の特性がフラットです。これは定格出力までなら音量がどんなに急変しても完璧に追従することを意味します。つまり過渡応答は完璧です。音量の急変に追従できなくて音が変わることはありません。この性能は付属の電源ケーブルを使った結果です。付属のケーブルを太いものに変えたところで何も変わりません。では電源ケーブルの交換が完全に無意味かというとそうではありません。趣味の世界では見た目が重要です。音が変わらないことを知った上で電源ケーブルの交換を楽しむのもいいでしょう。コンデンサを交換しただけで音は変わりますよ。計測器に出ない変化を人の脳は感じ取れるんです。というご意見です。測定に現れなくて人間の脳だけが感じ取れる音が本当にあるのなら、ブラインドテストすればすぐにわかります。例えば周波数特性と歪みがほぼ同じ2つの音が違う音に聞こえます。今までたくさんのブラインドテストをやってきましたが、そういう結果はありませんでした。コンデンサの音にもアンプの音にも違いがありません。これはソースの録音が悪いから、YouTube だからという人もいますが、全くわからないレベルで同一です。音色以前に違いがあるかどうかすらわかりません。ということは人の脳だけで感じ取れる音というものは存在しないということです。では私たちの脳が実際に感じるマッキントッシュやマーク・レビンソンの音は何だったのでしょう。これらの音の正体は脳の錯覚です。人間の脳は見た目や値段、ブランドのイメージに影響されます。ではこのような錯覚が有害かというとそうではありません。趣味の世界では錯覚の体験が大変重要です。オーディオ製品は音の価値、物の価値、錯覚の価値の3つで構成されていると考えられます。3つの価値を切り分けることで無駄な出費や試行錯誤を少なくしてオーディオの体験と満足を最大化できるでしょう。ご視聴ありがとうございました。